おはようございます。画家の小木曽です。今日はですね、こちらですね、今皆さんに見えております風景を描いていこうと思います。布部川、北海道のですね、北の国からのロケ地、近くです、を描いた作品となっております。濃厚な透明水彩をお見せしようかなというふうに思っておりますので、よかったら最後まで20分ですね、お付き合いいただければと思います。早速始めていきますけども、キャンソンボードという紙に描いていっております。鉛筆は 2B の鉛筆を使っております。すみません。で鉛筆でこう薄く下書きをしていっておりますけど、今日は自然の音をうまく利用してこれを BGM にできひんかなと思って描いていっております。で鉛筆もこう軽めにこう描きながらですね、で今回はテーマとしては、濃厚な透明水彩ということで、透明水彩というと薄く薄くこう重ねていくイメージなんですけど、今回私の中でものすごくこう濃厚な透明水彩と、あとはマスキング液をうまく使って描いていけたらなというふうに思っております。でこれマスキング液を使い出しております。これはシュミンケのマスキング液のこういうスティック状のものを僕はよく使います。筆とかでやって筆洗うのよくこう失敗してカピカピになるっていうかね、私は苦手なんで、よくというかほぼ、スティック状のもの、ホルベインさんかシュミンケさんのを使っております。どっちも似たような感じで両方こう素晴らしい商品やなというふうに思いますけど、シュミンケさんのめっちゃ高いなと思います。やっぱ海外のものってやっぱ高かったりしますよね。でこうマスキング液を使う時もやっぱりある程度僕はスピード感を持って、これはもうただ早送りですよ、早送りなんですけど、ちょっとスピード感を持って、やってあげるっていうことは気持ちの中で置いてます。やっぱり水のこうですね、表現ということなんで、水のこう素早くこう水の表現を表すためにということで、塗るというより描くという感じ。描く。これは私のやり方ですけども、透明水彩とかの場合はちょっとそういうこう水とかの、偶然性であるとか、ちょっとこうやっぱりこうドライヤーで乾かしておりますね。これもめちゃくちゃ早いですけどゆっくりやってますけど、自然乾燥が一番いいと思います。そして、光の当たっているラインみたいなところに、少しこう水を置いて、ちょっと足らな思ったらこう霧吹きみたいな綺麗な水を置いて、霧吹きみたいなんでこうシュ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 とやって、にじますように描いていきますけど、この1層目めっちゃ濃厚です。本当にもう、何ですかね、天下一品のラーメンを初めて食べた時みたいな感じかもしれませんね。めっちゃ濃厚な、ね、こってりスープ美味しいですよね。京都のねあれですけども、この辺というのをちょっと水で濡らして、で今回はそういう風なつもりでマスキング液と濃厚な透明水彩ということと、やっぱり水の描き方もいっぱいこうごっちゃになってますけど、でなるべく今回は字幕とかもちょっとつけずに、可能な限りですね、私がいない方がもっといいのかもしれないけど、ライブ配信とかでそういうのをお楽しみいただければと思うんですけども、ちょっとこうですねギュッと短縮版でよりこう濃厚な透明水彩ということで、水の部分と後ろの森の部分で、森の部分は若干かぶってきてもいいけど、こう手前にある陸地の部分っていうのはちょっと後で描こうっていう感じにしました。である程度こう光がこう真ん中あたりに入ってきてとかで、この辺とか緑とかですね、で色の種類も今回はちょっと割愛させてください。動画の都合上というかね、このやっぱ音声とあれをですね、なるべくこうおじさんもいらんなやっぱね、でちなみにいいんですけど、はいでですね、こういったところでいろんなところで、ライブ配信などとかしておりますけど、ここはちょっとね電波が非常に悪かったので、全くできなかったですけども、ぜひですねこう本当にこうあそこからですね、富良野から、布部という地域行かれた方とか結構いると思うんですけど、行く間です。ちょうど真ん中あたりのところに、この布部川というところあって、もうすぐここすごいいいぞと思って帰り道に、ここでライブ配信しようかな思ったんですけど、残念なことに電波がやはり悪くて、写真だけ撮ったんですけど映像もこのように撮っておきました。今やったらスマートフォンとかあるから映像撮られるのも意外とありかもしれませんよ、取材の時ね。ただこれは本当スマホをポンと、置いただけです。置いて1分間をぐらい撮って、それただつないで30分ぐらいにこう20分かなにしたというだけです。でこの辺まだ乾かないうちに1層目ぐい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 描いていっております。もう濃厚に濃厚にマスキング液の間に入っていく、この辺なんか分かりやすいかな。これ白なんか入れてるんですけど、
もうとにかく凹凸の中に入っていくぐらいの気持ちでやっていかないといけないです。なんかかすらすように描いたりとか、薄く描いてもマスキング液ってあんまり効果出ないです。やっぱ濃厚にいった方が効果は出てきますので、ぜひぜひこう濃厚に描かれてみてはどうでしょうか。枝とか後ろの方少し乾いてきたら大体の位置だけでもこう決めといてあげようかなというふうにやっていっております。いろんなこう画材とかね書いて見せていってますけど、もう濃厚な透明水彩というねあんまりこういないでしょ多分ね。でもできますよ多分ね。保存上どうなんですかとか言われてもちょっとまだそこまでよくわからないですけど、こう絵の具をこの辺でもまだ乾かないうちにもう少しずつ乾きは出してはいますけども、ちょっとこう向こうの光が映っているなとか森が映ってるなとかっていう表現とかを今の段階でやっておく。ね、もうやれるだけやっておくということでやっていっております。ね、こういうことですね。ちょっと早送りでもお見せしますけども。画面全体を見ながら水のところに映っている微妙な色とかをいろんな色を探しながらですね、明るい緑があるかもしらんし青い色があるかもしれませんし、ちょっと向こうにある木かなんかが茶色く映ってるかもしれませんしみたいなことをやっていくということですね。やっぱおじさん邪魔ですかね今日はね、自然の音をも楽しみながら楽しんでいただければと思います。旅行に行ったような気分にで、そしてこの辺とか後ろの方とかもちょっとこう森のより暗いところを少しだけ描いておきます。あんまり描きすぎないで、また、これが完全に乾いてからもう一回マスキング液を塗りますんでね、もう一回やるんですよ。ねこうダブルマスキングとでも言いましょうか。完全に乾燥ゆっくり待ちます。ここですね、ゆっくりしっかり待ってください。私みたいにせっかちにならないように。そしてマスキング液の2層目で、これもやっぱりちょっとスピード感を持って、でも2層目とかのこうマスキング液ってあんまり効果は出ないかもしれないです。だからより明るい明るいところ、緑の中のより明るいところとかを一応点を打ったりとか、水の中のをやったりとかで、一番初めにこう水の場合は一番白いところというのがもう一番こうなんていうの一番初めにやったところっていうのは一番白くなりますけども、こういうところなんていうのは明るい点々点で打ったり緑とかっていうところに、マスキング液を塗っておきます。とにかくこう間しっかり開けていくということは大事ですよ。開けていくということは大事です。ね、で枝なんかっていうところも少しこう描いておいて、マスキング液で描いていっております。ね、この辺とかででん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 とか打ったりとか、もう素早く書いたりで素早くを早送りでもっと素早くなっておりますけども、こういうふうにマスキング液ぜひぜひこうインターネットでマスキング液でやるといろんな会社が出していると思います。で僕はだいたい動画の中ではホルベインさんか、シュミンケさんというのを使っております。そしてまた完全にマスキング液を乾かします。これね。でそしてまた濃厚なで今マスキング液したところ明るくなるわけですよね。で、黄緑色の中でもこう明るくなっていくところとかよりまたその隙間のところでもうボコボコしているところの間にちゃんとこう入れていくような気持ち、ね、それがないとなかなか効果が出てこないかなと。この辺なんか見るとかなり絵の具がたっぷり塗られているんじゃないかなというふうに思います。このたっぷり塗られた感じみたいなのっていうのはさあ後からどうなっていくかということをちょっとお楽しみいただければと思います。不透明感のあるような緑とかもうちょっと白を入れてみたりとかもすることもあります。もうその辺というのはもう画材に関しては本当に臨機応変に、使われてもいいのかなと。私はもう基本的には透明水彩にも白を使うという、最近特にもともとあんまり気にしないんですけどね。古典などしてても言われたことあんまないですよ。ちゅうか一回もないかな。白使っちゃダメとかね言われたこと多分ないと思います。はい。黒使ってても古典などしててもなんで黒使ってるんですかとか言われたことはないです。いいんですだから絵が良ければね、でちょっとこうまた濃厚な絵の具をたっぷりした水気もある程度多くて絵の具のあれも多めに、こういうところはこう土が映ってるから茶色く見えるんやなとかっていう認識しながらやらないとただただ色を塗っていくというだけじゃなくて、そしてこうねなるべくこう平筆などを使ってこう水平なんかっていうね動きみたいなのとかこういうの参考に皆さんなるんじゃないかななんていうふうに思います。この辺は本当にこうなんかこう下の水の川の中がこう透けて見えてるなとかっていうところとかですね、こういうところなんかね、これはなかなかでも真似するの難しいかもしれませんよね。上級者向けと思わないですけどもね、真似するにはちょっとこう難しい20分だけなんでですね。
でももう皆さんそうやってね、この辺なんか真ん中にちょっと光が入ってきてる感じっていうのをちょっと白を入れて、一番の白は後で出てきますけど、紙の白です。マスキング液を塗っているところとしたら出てきます。でその上からもこのブルーグレーみたいな色を塗ったりとか、周りのこう地面が出ているところなんていうのを塗ってみたりとかっていうことをしていったりとかしていってます。まだマスキング液を剥がさないという、2回マスキング液してますからね。ねえ大変よね、ほんとね。みんななんかね面白いことしてはりますよね。ねえこれぐらいちょっと濃厚な絵を描いてみようと思われる方が今回の動画で出てくることを祈りつつですね、でもう透明水彩やけど、でまた完全にかわしますと、まあなんかいろいろ別の仕事でこれほら僕ゴム手袋使いますよ。これパワーグリップなんちゃらなんちゃらみたいなやつですね。これはもう本当に多分コンビニに売ってるやつかもしれません。ゴム手袋がなぜか多い。特にこの夏のシーズンはゴム手袋よく使うんですよ。クワガタを探しに行くからです。はい。土をね少し掘り返すとこ掘り返したりとかしますんでね。ではもう高橋名人でしてますか皆さんね。昔1秒間7回ってやるという人がいましたけど、そんな感じですね。マスキング液がどんどん剥がれてまいりました。ごめんなさいね、私の視聴者若い人ばっかりやから分からんと思いますけどね、高橋名人っていうね本当に専門高橋名人の冒険島っていうゲームもあったんですよ。なんじゃそれって感じですけどね。ゲーマーですね、いわゆるね今 e スポーツですか今ね、そんな感じの本当にもう元祖中の元祖。そしてちょっとずつ、これでマスキング液が剥がれました。ここからは書き込んでいくという作業になっていきます。まあ、モチーフを描くときに本当によく言ってますけど、物と物の周りを描く。でその気持ちをもうどうしても木やったら木を描いてしまうんですけど、木と周りその同時に見ながら描いていったりとか、全てのものです。奥の森の中の木一つにしても、水なんかでも光ってるとこもそれで終わりというだけじゃなくて、その周りのところの暗くなってるところとかをまたどうするかなとか、そういうことをやっていきます。でそういうところにちょっと注目しながら、なかなか画面がちっちゃいかもしれませんけども、注目しながら見ていって、でやっぱり全体見てます。全体一部だけをぐーっと引き締めていくという書き方ももちろんあります。それを否定しているわけではないです。でもスケッチなどもしね現場に行かれた時にはなかなか局部だけをぐーっと書いていくとなると時間かかりますんで、やっぱりまず全体を見ていく。でやっぱ画面って四角、この四角とか丸でもいいんですよ。画面というものを常に見るという意識を持つという訓練をですね、この辺ちょっとアップにできていますけど、アップにお見せしていますけど、画面全体を見るということを常に意識するということが非常に大事かなと思います。教授さんの話うるさかったらミュートとかね機能ありますからね、黙れって言ってミュートとか押してください。もうコメントで来ることよくあります。よくでもないけど、はいこれ撮ってる日に2つあったんで、勝手に自分でミュートにしてくれたらいいのにね、一言言う必要あるのかねとか思いながらですね、いいんです、どっちでもいいんですけどね、ミュートにされてください。喋りすぎだとか言われてですね、ライブ配信はそれが楽しいと言ってくれる人もねいたりとかしますからね。ということで本当にこの辺は隙間を描きながら背景から枝描いてとかね、本当に便利な時代という風にどんどんなってくると、僕は人間がわがままになるんじゃないか説を唱えてるんです。どういうことかというと、昔は例えば僕の視聴者の方でやっぱり80歳以上の方ってものすごい感謝してくださる。ありがとう、ムーチャスグラシアスありがとうございます。海外の方ものすごい感謝してくださります。ムーチャスグラシアスありがとうございます。グラーツェで、これはやっぱり海外の人にとっては例えば日本語に植えているからすごくありがたいですとかね、ありがたみを感じるんですけど、別に年齢関係なく当たり前に便利に今書き込んでるんですよ。世の中が便利になればなるほど、それが便利が当たり前になってくる。当たり前になってくると、例えばおじさん一人で編集してるからやっぱミスもいっぱい出てくるわけですよね。もう別に動画を勉強したわけじゃない、全部スマホでスマートフォンで自分で独学で勉強してる。やっぱ失敗もいっぱい出てくるわけですよ。そりゃそうですよ。でも今やったら YouTube とかでもほとんどもうなんか芸能人とかが参入してくるとね、テレビの中でやってきた人たちがテレビのスタッフを携えてやってたらそんなミスないじゃないですか。でもおじさんミスするんですよ。で文句言われると、で落ち込むとね。でも80代以上の人は言わないですよね。今回小木曽先生失敗してるなで終わる。それでいいんですよね。僕もそう思います。書き込んでます。
何を言うてはんのかな。これもねちょっといい動画できそうやから早めにこう撮ってるんですけどね、また最後の方愚痴になってますけどね、早くこう皆さんに見てもらいたい。これからねこう涼やかな場所に涼を求めていくことも増えてくるかもしれないんで、こういうですね、この辺とかも手前の方も不透明の絵の具を置いていったりとかね、こういう白を入れたようなチャイニーズホワイトとかね、便利になれば人はわがままになるんじゃないかというのを今唱えているということでございます。そうなりますよね。当たり前が当たり前、昔当たり前じゃなかったことが当たり前になり、当たり前すぎるとこれがねっていうことで、こんな超アナログな仕事をしている人間ということでね、皆さんもこういう超アナログな仕事というのも、案外面白いんじゃないかなと。そしてこうなんか初めに塗ったマスキング液みたいなね、ごめんなさい愚痴っぽいね、もう今回もねもうねそういうふうにこう人間観察をする癖がついているんですね。変な人間ですよね。で最後書き込んでいっております。ぜひぜひ皆さんもこれも本当に別に有名なね、布部川はもちろん有名かもしれませんけど、空知川ってね近くにあってちょっとそっちが大きいですもんね。でも本当にちょっとした些細なね自分の地元のもうところとかにちょっとした森でもいいですし、ちょっとした川でもいいですし、行くといいとこいっぱいありますって。もちろん北海道やからっていうふうに言うかもしれませんが、ありますってね。だから本当自分の身の回りの本当そういうものとかを便利になったらなっていくだけね、情報が溢れてきて、インターネットにいっぱいいろんな画像とかありますね、あります。でもやっぱり自分の足とか自分の時間お金をかけたり何やったりした時に、ね、いいものがもっとできていくということをやはり皆さんに知ってほしいから、おじさんこんなことをずっとやっているわけでございます。ね、世の中もっともっと便利になっていくけども、人間はどんどんわがままになるんじゃないかという説を私は唱え、ね、分かりませんがちょっとハイライトを書いて完成に持ってきました。変なこと言うとるなと、こういうことも言うてほしいというリクエストがあったんです。北海道の飲み会でね、こういうねなんか現代のことを言うてくれみたいなね、わからないですよ、僕の中でそういうふうにね。で本当に自分が将来どう生きていきたいかと思うと、やっぱり僕は僕のファンの YouTube の方の中のこの人みたいにあの人みたいにっていう人生の目標プランみたいなのがちょっとできてきたっていうのは面白いなと思いますもんね。で最後細かい描写とかをしながら、80歳で展覧会するとかね、図録出すとか、もう素敵、もう感動しますわっていう感じでございます。最後細かい描写をしていきながら、完成という形にしていきました。これも一応ですね今度個展の時に東京会場には出すと思います。その後福岡名古屋と巡回をするんですけども、それはなんか違う動画どっか探し出してみてください。個展の情報とかも流しております。多分東京会場だけかもしれないんで分かりませんが、東京会場が一番多くなる。逆に福岡とかはまた別の作品とか出てくることもあるし、名古屋は別の作品が出てくることもある。よく分かりませんがこういう感じで描いてきました。ね、もう水描くの難しい、この波のこの波紋みたいなこういうのね、こういうのはサインを入れてます。海を描く動画とかがありますので、そういったものも参考にぜひされてみてください。おそらくこの一つの動画だけで完結するんじゃなくて、いろんなものを見たらなんかいろんなものででございました。いいでしょう。ね、じゃあね、どういうとこね。でちょっと最後、久しぶりに1分間のダイジェスト、マスキング液をつけていっております。波の形に合わせドライヤーで乾かしました。水多めに塗って、真ん中の光のところほら青っぽく塗っておいて、そして濃厚に1層目まだ塗る結構塗ってます。まだ塗るね、まだ1層目塗ってます乾いてきたとこと乾かんうち、そして2層目マスキング液を2回目のこれ乾いたとにでまたこれ塗ってます。まだマスキング液を剥がしてますが、これぐらい濃厚にして、そしてゴム手袋をつけた最後描写をしてみました。ありがとうございました。よかったらグッドね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではさよなら。
ンデード袋が好きです。